どうも、時丸です。今日はソロプレナーの魅力について語りたいと思います。ソロプレナーというのは、ソロとアントレプレナーっていう、つまり個人、そして起業家っていう言葉の造語みたいな感じなんですけど、最近というか結構前からね、アメリカとかヨーロッパの方ではそういう単語があって、いわゆる個人で開発する人たちですね。いわゆるコーディングとか、プログラマーとかエンジニアについて、語られるような文脈で使われる言葉です。で、僕自身はコーディングやらないんですけど、バイブコーディングみたいなことは今 AI 使ってやってるんですけど、そのガチガチのいわゆるコードを勉強してエンジニアとして生計を立ててるわけではないので、そういう意味では個人のエンジニアではないんですけど、同じく文章を書いているんですよ。で、その文章を書くことで自分はそのソロプレーナーというスタイルを今、確立しています。で、それをやりながら、かつそのミニマリストっていうね、ミニマリズムっていうことをやってるので、ミニマリストソロプレーナーっていう感じで、自分の今の活動を捉えていて、少ないもので暮らしながら、つまりそのミニマルに暮らすっていう OS、基本ベースみたいなものがあって、で、それをやりながら同時に自分で事業を立ち上げていくっていうそういうふうな考え方でやっています。で、今日は朝起きて、ヨガやって、で、洗濯機回しながらこの動画回してるんですけど、やっぱりその朝起きてからですね、自分が今日やることを全て自分で決められるっていう。まずこれが一つ大きな魅力ですね。で、もういくらでも瞑想してていいっていう、この状態になったのは本当ここ1、2年のことで、で、それまではやっぱり僕も会社員をしていたりとか、クライアントワークを中心にしていたりとかっていうところで、毎日どこかに出かけていって仕事をするっていうことを行っていたので、その基本的に誰かの時間に左右されて仕事をするっていうことをやってきました。で、そうしていると、もちろんのことですけど、いつまでも瞑想することはできないんですよね。自分がもう好きなだけ瞑想する。好きなだけヨガをするっていう、そういうふうなライフスタイルをやっぱりやりたいなって思っていたりとか、あとはその自分自身がその組織とかに縛られるのが本当に嫌なタイプなので、なんかそれを自分でね、一人でやっぱりその事業をやっていった方が、スピード感も速いし、そして自分が好きなことをやれるっていうことで、そういうところが、今一番の魅力だと思います。で、大体会社で働く場合は、いわゆるそのやることが会社の方針とかによって決められていて、で、その中で自分の役割っていうものがあって、で、ある程度その決裁権とか、なんかその活動権を持っているような人たちは自分の事業を会社の中で立ち上げたりとか、そういう働き方もできるとは思うんですけど、それをやるとしてもですね、やっぱりその倫理を通したりとか、予算を取るための会議のプレゼンをしたりとか、結構ね、やっぱ大変なんですよ。だから企業と働くっていうことももちろん大変なんですけど、企業の中で働くっていうのは、そういうそのスピード感の面でも自分のやりたいことをやれないことが多い。で、自分自身が会社員の時はそれを非常に感じていて、これ一人でやった方が早いなっていうことたくさんあって、でやりたいことがたくさんあって、やってもトライできない、挑戦できないような環境っていうか、そういう人もね、結構多いんじゃないかなと思います。で、それを個人でやってると全て自由なので、スピード感を持って仕事をすることができます。で、その収入とかに関しても、やっぱり自分で事業を立ち上げて回すっていう、いわゆるその事業の設計から、そしてプロダクトの設計、そしてそれを売るためのマーケティングみたいなもの、そして広報活動、この一つのこの SNS みたいなものも広報活動になるわけですけど、そういうものを全て一人でやることになるので、なんかね、1からもう0から1を立ち上げて、それを全部一人で回していくっていう、それが求められることなんですよね。だから人によってはそれが難しくて、会社とか組織で働いた方が楽だなって思う人ももちろんいると思います。でそれはだからここでは別にそれをやりましょうって言ってるわけではなくて、そのソロプレーナーとして働く魅力みたいなものがどこにあるのかっていうのを自分の中でね、一回言語化しておこうかなっていうところですね。で、一番最初にこの言葉はやっぱりそのコーディング、コーダーみたいなエンジニアみたいな人たちの中で多く使われているんですけど、分解してみればですね、コードも文章もテキストも結構ね、書くっていうことでは同じなんですよ。で、それが複製可能であるっていうことも同じです。だからそういうコードと執筆っていうのは結構似ているようなところがあって、で、同じようなコーディングのエディターで、テキストを
書くことができるし、で、実際にそういうふうに書いてるライターさんとか、執筆者の方って結構多いんですよね。コーディングのエディターを使ってやるっていう。だからその道具の類似性みたいなものもあったりして、かつその書いているメディアがどういうふうに作用するかというのも、エンジニアが書くコードというのはソフトウェアに対して作動する。で、デジタル領域のソフトウェアに対して作動するわけですけど、一方で僕がやっている執筆というのは人間のソフトウェアに対して作動するものだと思っています。だから基本的に人間が読むものなので、コードというのは基本的にコンピューターが読むもので、コンピューターが読むか人間が読むかの違いぐらいであって、だからそういう意味では結構ね、近いんですよね。だからそのような理由で僕はそのソロプレーナーという言い方が自分に一番ね、フィットするんじゃないかなと思って、この言葉を使い始めています。で、今自分がやっていることはいろいろあるんですけど、一つはコアメンバーシップという教育プラットフォームみたいなものを運営しています。これもうすべて独自で立ち上げているサービスで、もうユーザーが今100人を超えていてね、去年からやり始めて、それがノートが前身としてあるんですけど、そのノートでやってたメンバーシップを移行する形で、それに自分がつけたい機能とかを実装しながら作ってきたものです。で、常時もう100人以上ユーザーがいて、そこではその自分のそのミニマリズムの方法論とか実践だったりとか、あとはヨガのことだったりとか、あとはこういうふうに個人でどういうふうに仕事をして稼いでいくかとか、あとはそのプロダクトの作り方とか、文章の書き方とか、SNS 発信の方法論とか、なんかそういうこと、あらゆることについて発信をしています。だから割とそういうふうな、自分のこのチャンネルを見ている人たちには割とその興味が刺さるようなところが結構含まれてるんじゃないかなと思いますね。で、実際にそれでやっぱりその成果が出ましたとか、新しく発信を始めましたとか、こういうところに受かりましたとか、なんかそういうお話をやっぱりいただいた時が一番嬉しいですね。やっぱり自分自身がやってることとか伝えてることを実際に実践してもらって、それによって個人で稼ぐことができましたとか、会社から独立してフリーランスになって、ようやく一人でね、生計を立てられるようになって働くことができた、独立できた、自立できたっていうね、感想とか声をいただくことが本当に自分にとっては嬉しくて、それがやっぱり会社では得られなかったようなやっぱり喜びというか、やっぱり自分自身がやっていることとか書いている、実際に作っているもので、直接ですね、そのユーザーさんとかお客さんを、喜ばせることができるっていうか、なんかそこが一番今嬉しいところです。で、そのメンバーシップが中心になってるんですけど、その中でもですね、いろいろその自分が書いている本とか、Amazon で販売していたりとか、写真集とかですね、そういうエッセイみたいなものを書いていたりとか、そういうのも全部一つのプロダクトになっています。で、あとは去年は音楽を作りましたね。音楽を作って、発表して、それも販売したりとか、ストリーミングで配信してるんですけど、それによっても印税を得ることができているので、そのような印税も自分の収益源の一つになっていると。で、もう一つはレターですね。このチャンネルでも何度も話しているレターを書いています。で、これは最近は結構面白い試みをしていて、今レターの中で、連載をしています。で、そのテーマもちょうどミニマリストソロプレーナーというテーマで、今回の動画の内容をですね、もっと深く、もう全体的にまとめているものを執筆していて、で、公開執筆の形式をとっています。で、これ自分にとっては新しい試みで、これもう書きながら全部公開していってるんですよ。だから1日に2回とか3回とかリライトする時もあるんですけど、どんどんその各章が毎日日々増えていくみたいな感じで、無料で読めますので、そちらもですね、興味がある方はね、ぜひ登録してみてください。で、基本的にそのニュースレターの方で、いろいろ自分の最新情報だったりとか、新しいプロダクトのローンチの報告とかはしてますので、なんかそれを登録してもらえると、僕がやっていることとかが大体わかるかなと思います。この YouTube でも報告はしてますけどね、それ以外の活動が結構今増えてきてるんで、そっちの方が分かりやすいかなとは思いますね。で、自分がこういう状態になったのは、フリーランスからの延長ではあるんですけど、フリーランスとの違いというのは、やっぱりそのクライアントワーク、受託業務とか受託開発みたいなものが一切ないっていうことです。一切ではなくて少しはあるんですけど、それをほとんど手放してるってことですね。それも自分のそのミニマリストソロプレーナーの特徴だと思っていて、大体多くのソロプレーナーというのは受託開発とかもやりながら、2B でですね、企業と関わりながら開発して同時に自分のプロダクトを作っていくっていう人が多いと思うんですけど、僕の場合はですね、そのクライアントワークをいかに手放すかってことを
自分独自で考えながらやっていて、で、そのためにですね、その周りの収益源の多層化だったりとか生態系みたいなものを構築しているというところがあります。で、これなかなかそこの移行までに3年ぐらいかかったんですけど、2年か3年ぐらいかかったんですけど、クライアントワーク手放すことでですね、やっぱり本当に時間ができるんですよね。もうほとんどそのサイドファイヤー的な生活になっているのは、クライアントワークを手放しているからであって、やっぱりそのクライアントワークしている時っていうのはどうしてもその企業からの受託で仕事をすることになるんで、何かを頼まれてその現場に行って撮影をしたりだとか、あとは何かを頼まれてそれに伴って自分が何かを作って相手に渡すみたいなことが発生していました。だから常に締め切りがあったりとか、どこかに出て行って撮影するみたいなところが入ってくる。で、そうなってくると、やっぱり日中、出て帰ってきてみたいな、必ずしもその自分の家の近くであるわけではないんで、結構ね、時間取られるんですよね。で、結局そうなると、時給で働いてるのとほとんど変わんないような感じになって、その分量が増えると、増えてる時はやっぱり変わんなくなってきて、それってその会社員をやってるとか、バイトをしてるとか、なんかそういう働き方とですね、そのフリーランスもほとんど変わんないような感じなんですよね、結局。だからそこからガラリとその自分のライフスタイルを変えるためには、いくらでもヨガやるとかランニングやるとか好きな時に山に入るとか、なんかそういうふうな本当にその自分でコントロールして自由な生活に入るためには、やっぱり受託仕事をどんどんなくしていくと。で、自分のサービスとか自分のプロダクトだけで生計のシステムを作っていく、生計を立てるシステムを作っていくっていう、そこが大事になってくるんですよね。で、僕がここ1、2年注力していたことは、そういうところで、このふざけた YouTube をやりながら、裏ではそういうことを自分は仕事にして、いろいろ毎週、毎日積み上げてきたっていう、そういうふうな経緯があります。で、このようなスタイルの生活をしていて、何かデメリットないかっていうことがあると思うんですけど、ここからちょっとソロプレーナーのデメリットみたいなことについてちょっと話していきたいと思うんですけど、個人的にはほとんどないですね。それが答えです。でも一つね、よく言われることが、やっぱり寂しくならないかとか、人と会わなくて大丈夫かみたいなこととか、がよくあるんですよ。あとはファイヤーした人たちにも言えることで、このチャンネル見てくださってる方の中で結構多いと思うんですけど、サイドファイヤーしてる人とか、ファイヤーしてもう働いてないよっていう人たち結構多いと思うんですけど、やっぱり友達がいなくなるというか、他の友達と時間が合わなくなるっていうね、これはね、一つね、ポイントとしてあるかなと思います。だって、普通に考えてみればみんな日中仕事してるわけで、こっちはね、もう毎日日中が自分の時間で暇なんですよ、言ってみれば。で、本当に労働時間は、本当に集中して自分はディープワークの時間だけで、午前中だけで仕事を終わらせるようにしてるんで、もうね、ほとんど自由時間みたいなもんで、でもその中でもいろいろ細々とした調整とか考えたりとかいろいろしてるんですけど、それでもやっぱり、みんなが仕事してる間に暇っていうことになると、いくら時間が空いても遊ぶ友達がいないとかね、そういうことに陥りがちですね。で、僕は幸運なことに、このソロプレーナースタイルをやる前からも、フリーランスとして、個人事業主として活動してきたんで、で、しかもやってる業種がですね、やってきた業種がカメラマンとか、写真業界なんで、フリーランスの友達が多くて、だから昼間から遊べるカメラマンの友達とか、何人かいるんですよね。だからそういう人たちと結局遊ぶってことになってて、で、特に最近はやっぱり朝を重視してるので、自分の仕事のタイムライン的には。だから夜中のもう9時には寝たいんですよ。でも大体みんな仕事終わってから飲みに行ったりとか遊びに行ったりとかするのって大体6時以降じゃないですか。自分にとってはね、もうなんか6時以降に外に出かけてなんか飲み食いするのってもう遅すぎて。だからもう飲むんだったらもう昼間みたいな。で、なんかそっちの方がね、圧倒的に健康になれるし、いいなと思うんですよね。だから実際最近はそういう遊ぶ友達が大体もうみんなサイドファイヤーしてるような人たちか、同じようにソロプレーナーとか開発していて、お昼の方が遊びやすいっていうね、なんかそういう友達の方が増えてきてますね。だからこれは人によっては、人と働く方がいいとか、寂しがり屋な人によっては、ちょっとね、そういうのがデメリットになるところもあるかなと思います。ただ一人が好きとかね、一人で本当に集中して自分の好きなことだけを黙々とやるのが好きなタイプにとっては、もうこれ以上いい働き方はなくて、で、もうこの場所がですね、自分のホワイトボックスが仕事場であるし、近くのカフェとか、あとは移動中とか旅先のカフェでもどこでも仕事場になるっていう、もうどこでも仕事できるっていうのが本当にね、その自由さを一回味わうと、もうなんか会社員とかは全く、無理だなっていうか、
なんか週1でもなんかその労働をするのは無理だなっていう感じになってきますね。で、僕自身もやっぱりその自分のプロダクトとかプロジェクトの立ち上げが結構ね、去年とかその前は多かったんで、そこに注力していたんですけど、最近少しずつ余裕出てきたんで、なんかもし東京で同じようにそのソロプレーナーしてる人とか、執筆してる人でお昼暇ですみたいな人がいたら連絡ください。お茶しましょう。やっぱりまあ一人で働いてる人ってどうしてもそれで寂しかったりとか行き詰まってるような人いると思うんで、もし東京にいる人でなんかお茶してもいいよって人は連絡くれると嬉しいです。まあカフェに行くとしても、自宅からネスカフェ持参でカフェに入って飲むっていう、そういう感じのね、会にしようかなと思ってるんでね。まあ自分の家でネスカフェ作ってそれ持ち込むみたいな。まあそれでは持ち込み禁止ですよみたいになって、お前ら出てけみたいに言われることはもう目に見えてるんですけど、それでもこう、そういうところをちょっとやってみるっていうね、トライ、もう人生ですから、チャレンジしてみるっていうのが大事かなと思っています。で、あとはやっぱりまあそのような寂しさを紛らわすために、まあずっと家での仕事とか多いんで、まあ飼ってるね、猫と遊びながら、まあまだ飼ってないんですけど、想像上のね、猫たちが、自分の部屋にいて、その猫と戯れて、一日ゆっくり過ごしながら仕事をするっていう、なんかそういうところをね、極めていきたいなと思っています。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。チャオチャ。これは。やっぱり間がつかめないな、ちょっと。